こんにちは、メイです。今回はリクエスト企画、青と黒と白を使ったお部屋を作ります。白ベースと黒ベースの時の2つのパターンを作りました。こんな時にこういう考え方をするとうまくいくかもしれないなど解説しているので、参考になったら嬉しいです。まずはじめに黒ベースの部屋から作っていきます。今回のカラーの組み合わせはこんな感じです。黒、白、青の相性としてウッド系の色がよく合うので、つなぎの色として使っていきます。部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10。 エントランスは左から2番目。明るさは白で最大の明るさ。環境音はありません。壁紙と床の概要です。今回はこのように部屋を分けていきます。リビングから作っていきます。メインカラーは大きめの家具に使うと見栄えが良くなります。部屋全体がどっしりと重厚感があるので、一番目立たせたい場所に白いラグを敷いて視線が集中するようにします。青、黒、白だと冷たい印象になってしまうので、ところどころにウッド系を入れて温かみを出します。観葉植物も温かみを出せるので、部屋全体が暗い印象の時は取り入れるといいと思います。左上のアトリエを作ります。左奥に柱を4本立てます。柱の横に植物のパーテーションを置いて少し緑を取り入れます。アトリエ部分は床材を違うものにして部屋の区切りを強調します。隙間に玄関マットを敷いて隙間を埋めます。仕切り壁を使って部屋をしっかり区切ります。アトリエ部分は水回りがあると便利なので、スロップシンクを置きます。今置いている家具はシルバーですが無彩色に分類されるので、部屋全体のバランスを崩さずに取り入れることができます。今回の壁紙が黒系なのでよく馴染みますし、もちろん白やグレーでも合いますよ。もし家具の色を迷ったら、壁紙や床の色に対してグラデーションで考えると色選びが楽になります。壁紙が黒ならグレーやシルバー、壁紙がグレーなら黒や白といった感じですね。色としてまとまりがあるだけで部屋がまとまって見えます。黒や白などの無彩色ばかりだとメリハリが少なくなるので、今回は青やウッド系、観葉植物を取り入れています。配色の詳しい解説はこの動画でしているので、よかったら合わせてご覧ください。壁と天井を飾り付けます。これでリビングとアトリエの完成です。絵画を立てる木の部分の色が選べたらよかったですね。次は右奥の音楽室を作っていきます。本棚が茶色すぎるので、正面から見た時にこの部分を隠すように柱を置きます。本棚が隠れて正面から見た時に違和感が少なくなりました。斜めから見るとこんな感じです。本棚は色が少し多いですね。ここの部屋主は芸術家なので、絵も描くし音楽もたしなんでいます。ピアノを本格的に弾いている方の部屋の印象としては、楽譜などがしまってある本棚があって、めちゃくちゃ音質のいい音楽プレイヤーがある印象です。のだめカンタービレや4月は君の嘘などの漫画でもそういうシーンがありました。ここに柱を2本置いて部屋を少し区切ります。私自身は音楽は全くできないので、楽器の演奏などできる方に憧れます。
感じになってきました。音楽室の右側の壁を飾り付けます。クラシック音楽っぽいトタケ系のジャケットを飾ります。これで音楽室の完成です。キッチンを作っていきます。大きめの家具は一直線で並べると物が多くてもまとまって見えます。キッチン系も黒多めにしていきます。特に壁側の家具は壁紙と色を揃えるとまとまりができるのでおすすめです。テーブルクロスはウィリアム・モリスのいちご泥棒に似せて描きました。これは投稿していません。天井を飾り付けます。天井家具も部屋に合わせて黒やグレーを採用しています。キッチンの完成です。最後に少しだけ飾り付けます。これで全て完成です。白ベースの部屋を作っていきます。カラーはこのようになっています。部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10。窓はあり、エントランスは左から3番目。明るさは白で最大の明るさ。環境音は海です。壁紙と床の概要です。部屋はこのように分けていきます。先ほどの部屋とちょっと変えてキッチンの代わりに見せる収納スペースを作りました。早速リビングから作っていきます。今回はかなり青多めでいきます。青でもくすんだネイビーを採用しています。厚盛りの家具はくすんだ青が多いので合わせやすいと思います。壁側の家具は壁色に合わせて白を使います。家具があるのに少し広く見える利点があります。次は寝室を作ります。奥にベッドを置いて海がよく見える寝室にします。このような感じでお城の門と柱を使って壁を作ります。空いている隙間に柱を追加します。大理石の柱を使うと綺麗な印象になりますね。お城の門で囲った部分にパーゴナとカーテンを飾ります。カーテンの隙間からちょっとだけベッドが見えていい感じになりました。天井にドレープをつけて奥の窓のカーテン風にします。いい感じになりました。こちらの部屋は白ベースなので天井家具も白にしています。次は見せる収納スペースを作っていきます。仕切り壁を窓の横に設置します。そうすると日差しが斜めに入ってきます。なかなか綺麗ですね。朝の時間帯は右から、夕方は左の窓から光が差し込みます。窓の光の差し込みを使うとかなりいい感じの写真が撮れそうですね。仕切り壁の前にチェストを飾ります。もう少し低めのチェストの方が光が差し込む時に綺麗に映ると思います。ドレミちゃんは服が好きで綺麗好きという性格を想定しているので見せる収納ができちゃうんですよね。ちなみに私が見せる収納をしたら大惨事になります。ラグの端にチェストを置いて部屋を区切ります。
白、水色、青というグラデーションになるように置いています。一番手前は座ったり荷物を置いたりいろいろできる場所です。壁掛け家具は色を揃えて三角形になるように配置します。窓側にランプをつけます。ランプの色とラグの色を合わせました。壁と同じ色だとメリハリがないという時にはラグの色と合わせると綺麗に見えます。仕切り壁の後ろ側を飾り付けます。ラグの端に木製パーテーションをつけてバルコニーとの間を区切ります。パーテーションを挟むように柱を立てます。だんだんできてきました。鏡の前に立った時に多分暗いのでランプを飾ります。明るくないと今日の服装はいい感じかそうでないか分かりませんよね。バルコニーを飾り付けます。バルコニーらしくなるようにウッドタイルを敷きます。白ベースにすると何でも合うので家具が合わせやすいと思います。お好きなアクセントカラーを試す際は白ベースが簡単なのでおすすめです。ウッドタイルの位置を調整します。バルコニーに柵をつけてバルコニーっぽくします。これで見せる収納とバルコニーの完成です。廊下の突き当たりを飾り付けます。これで完成です。白がベースなのでかなり爽やかなお部屋になりましたね。色で縛った部屋作りはいかがだったでしょうか。ベースカラーが違うだけで同じ色を使ってもかなり印象が変わったなぁと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。